十和田の B 級グルメといえばわら焼き。店ごとに違うつけだれの味。起源は韓国のプルコギ。今日はその美味しさとルーツを探ってみましょう。創業1967年の老舗焼肉店大正園。わら焼きをずっと提供してきた地元の有名店です。メニューはこんな感じ。わら焼きの焼き方。強火で鉄板温めて、わら焼きを開けたら中火にしてよく炒めてください。汁気が出てきたら強火にしてください。炒めながら汁気がなくなり、玉ねぎが飴色になったら食べ頃です。焦がしますと苦味が出るので焦がさないよう気をつけください。キムチや卵を入れても美味しいですよ。炒めないように炒めてです。はい、どうも。ごめんなさい、お箸でちょっとお肉取っていただけますか。はい、すいません。はい、ありがとう。じゃあ取りましょう。あ、そうか。はい、ライスはこちらね。はい。はい。真ん中座った方がいいですよ。わら焼きの発祥は1951年、隣町の三沢。前年に朝鮮戦争が勃発し、国連軍の前線支援基地として三沢の米軍基地の拡張工事が行われていました。急速な滑走路拡張工事のため、全国から日本人労働者、そして朝鮮系労働者も三沢に集まりましたが、激しい肉体労働を支えるスタミナ食が必要でした。一方、基地では駐留する兵士のために大量の牛肉が運び込まれました。アメリカ人は赤身のステーキに使う部位は食べますが、脂身の多い肉は食べませんでした。それで米軍からバラ肉を安く払い下げてもらい、祖国のプルコギ風に甘く調合した醤油ベースのタレに漬け込んで、大量の玉ねぎと一緒に焼いて労働者たちに食べさせたというのが始まりでした。韓国のプルコギはロースなどの赤身肉を使って合わせる野菜も人参やネギ、キノコ類など様々ですが、十和田わら焼きは玉ねぎのみ、シンプルです。三沢の屋台から始まったわら焼きは昭和30年代に十和田市へ移転した焼肉店食道園などによって十和田市内に広まりました。今は食道園は閉店しています。独自のこれタレなんですね。そうです。オリジナル。みんなそこそこで味が違うんです。だからこの大正園も十和田で長くわら焼きを提供されてきました。経営者は日本人、地元の方ですが、わら焼きをオリジナルの特製だれで味付け、十和田のわら焼きの伝統を築いてこられました。さて、どんなお味でしょう。はい、それで。じゃあこの辺の茶色くなってはい、大丈夫です。鉄板なんで熱いので余熱が入りますので。はい、はい、大丈夫ですよ。いただきます。お店によってタレの味が違うそうですが、さすが老舗自信のタレ。青森といえばリンゴとニンニク、これがタレの秘訣のようですね。甘さの中にリンゴの酸味と食欲をそそるニンニクの香り、とても美味しいです。美味しい。ご飯がとても進みます。玉ねぎが美味しい。角次。
美味しかったです。ごちそうさまです。またお値段もとてもリーズナブルですね。昭和の香りのする店内、昭和レシピチャンネルにぴったりのお店でした。さてお次は司十和田バラ焼き大衆食堂。すいません、空いてます？空いてはないですね。どれぐらい待ちで3、40分かなということですね。行列で名前を書いて1時間近く待ちました。ここは十和田のバラ焼きを全国に有名にした市民団体のアンテナショップです。待っている間に、この日はちょうどオールモーターズフェスト2025 in 十和田が開催されていたので、それを見ながらバラ焼きの話を続けましょう。十和田のバラ焼きは2013年 B1 グランプリ、いわゆる B 級グルメグランプリに参加したのですが、惜しくも2位、グランプリを取ることはできませんでした。そこから市民一体となってバラ焼きに力を入れ、翌年再度挑戦、見事2014年グランプリに輝きました。B1 グランプリの規定では、ゴールドグランプリを獲得した団体がある町が次回の開催地になるというルールがあります。そのため優勝翌年の2015年10月には地元である十和田市で第10回 B1 グランプリ in 十和田が開催されました。人口6万人の町に2日間で33万人以上の観光客が訪れる大盛況となったのです。これは短角べこちゃんたちも注目すべき内容ですね。くじも頑張っぺし。あ、べこちゃん寝ないで頑張ろう。いやー、十和田の人たちは熱い。このカーフェスティバルもスーパーカー、クラシックカー、カスタムカー、ハーレー・ダビッドソンなどが全国から200台以上の名車が集まり、活気にあふれていました。大正園もそうでしたが、こちらにもバラ焼きの美味しい焼き方が説明されています。玉ねぎの切り方まで。またタワー焼きがここの秘伝、売りのようですね。バラ焼きだけでなく短角牛ハンバーグランチもありました。これはもうべこちゃんの出番でしょう。うわー、うまそうなハンバーグだべ。目覚めだ。ハンバーグの中にバラ焼きと同じタレっこで味っこしみた玉ねぎ入ってらど、ジューシーでうめえよ。そうですね、タレ沸騰します。玉ねぎを本当に遠足感じでも貸していただいて、そしてしかして。はい。当店でバラ焼き召し上がるの初めてです。はい、じゃあ焼き方説明します。はい。タレがグツグツしてきたら玉ねぎだけ焼いてください。はい。で、玉ねぎが柔らかく飴色になったらお肉広げてください。はい。タレなくなるまで煮詰めてもらって火消してお召し上がりください。はい、どうも。瓶に入ったサラダ、ドレッシングで味付けられています。スープ、ごぼう、山芋もシャキシャキ美味しそうです。醤油をかけて食べましょう。外ではスーパーカーが爆音立ててうなっています。エディット・ピアフのラビアンローズ、バラ色の人生と
バラ肉を引っ掛けてるんですね。入店時にボンジュールとフランス語で挨拶、帰る時にはバラ色の人生をと声をかけてくれます。2名様です。ボンジュール。バラ焼きというと牛肉ですが、ここでは豚のバラ焼きもあったので、そちらを頼んでみました。なぜ豚にしたかというと、プルコギは牛肉だけど当時は入手しづらかったので、豚のバラ肉を使ってプルコギ風にして食べたのがバラ焼きの発祥だとテレビで放送していたからです。しかしよくよく調べてみると、実際はお話ししたように米軍払い下げの牛肉だったのですね。まあその払い下げ牛肉を入手できなかった人が豚肉を使ったという可能性はあるかもしれません。歴史というのは人の思い込みや想像が入ったりして伝わったりするので、そのあたりを調べていくと面白いですね。いろんな料理の起源について時々過去動画でも触れていますので、ぜひ昭和レシピチャンネル登録してご覧くださいね。じゃあまず一口食べてみましょう。3名様です。ボンジュール。ご飯が進む。煮詰まってきたら火を止めます。玉ねぎだけでもすいません、ご飯を4分の1ぐらいでいいです。はい、大丈夫です。ありがとうございます。タレをかけてご飯を残ったタレでいただきましょう。はいどうも。美味しかった。メルシー、セテトレボン。はい、ごちそうさまでした。どうも。どうも。いかがでしたか？十和田の名物バラ焼き。今回はその歴史に貢献した老舗大正園と B 級グルメグランプリで優勝、全国にその名を轟かせた市民団体のアンテナショップ司十和田バラ焼き大衆食堂をご紹介しました。ぜひ現地の本物の味を食べに訪れてみてください。9時から美味しい情報を発信する昭和レシピチャンネル、登録と評価、コメントをよろしくお願いいたします。9時の奇跡の生誕院マッサージオリエンタルへもどうぞお立ち寄りくださいね。ではまだナス、ノス、デモス、チャウチャウ。